おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、仁淀川、こちらの写真を元に描いていこうと思います。仁淀川。この透明感あるこのブルー、仁淀ブルーとこの、ゴツゴツした岩の対比、コントラストみたいなのをダーンと出せるかどうかというところがテーマとなります。本日もご視聴よろしくお願いいたします。軽めに下書きを取っておきましょう。ファブリアーノという紙の F4 号というサイズですね。まあ平面から平面やったら形ね、特にこれやったら A4 サイほぼ A4 サイズ同じあれなんで、困ったら転写でもしてください。大体ね、ここのとこやなとかね、そんなにこういうのはここのとこやなとかっていう風にこんな風にね、もう困ったらこんな風にですね、一番端のとこだけでもこうやったりとか、もういよいよなったら転写してもいいのかなと思います。もうね、そんなにね、こんな形に関しては、そんな悩まないようにしてもいいかなと思います。本当に本格的にデッサンとかね、現場とかスケッチになったらそういうことできませんから、おじさんは皆さんなるべく成功体験を増やしていけたら YouTube ということでございます。なかなかうまくいかないのよね。楽しんで描いてますか？もうそれが大事ですよ、まずね。よいしょ。鉛筆はちょっと薄めの 2H で描いていってます。薄めのですね。ザバー。そのコントラストも仁淀川ね、高知県もまた行きたいですね。美味しいごちそうごちそうになりまして、皆さんありがとうございました。またね、ちょうど1年ぐらい前、これ3月の今26日ぐらいに撮ってるんですけど、ちょうど1年ぐらいですね。ちょうど1年ぐらい前にお邪魔して、四国の方ですね。四国とあと愛媛県。ちょっと透けている水の部分とそうやない部分みたいなのをちょっと頭で理解しながらさあ、書いていきましょう。なんか大きな作りとしては陰影みたいなのそんなないので、なんか光影の陰影っていうのがほぼないので、ちょっと濃厚に描きたい気分ではあるんですよね。ラフィーネという筆をよう使ってますね。使いながらもう全体ですね。この辺ちょっと黄土色やったりしますけど、一回全体にね。で、水が乾かないうちにですね、もっと濃厚なところはちょっと単色ではなくて、もう少しちょっとプルシャンブルーみたいなのをビュッとちょっと違うかな。どんな色がいいかまだちょっと自分でもやりながら分かっていない、そういうもんです。もっとね濃厚な泡出したくないんやけどななぜか泡が今日は立つ日とかあるんですよね。これちょっとよくわからないんですよね。なんでですかね。誰か原因が、おじさんの動画を山ほど見ている人、今日水があれや泡立つ日やとか分かったら教えて。もうこのなんかブルーの色でちょっと違うなちょっと違うな。いいでしょ、この心の声漏れまくり YouTube。 ちょっと違うな。ちょっとイエローかみたいな色が今日なんかね、なんでか泡立つ日ですね。理由が何かあるかもしれませんが分かりませんね。今日は泡立ち YouTube。もっと茶色いね、奥の方ね。こうやって微妙なね、色が変化しつつ、いろいろね、つながっていくね、感じがね、面白いですね。だいぶ良くなってきたような気がする。求める色に近くなってきたような感じがする。
私の描く絵はね、どちらかというと、濃い色が好きなんで、ちょっとね、さっぱりした絵が好きな方にはね、あれですけど、私はもう濃いの行きたくなってしまう油絵家なんで、はい、油絵出身というところは確実に、そういうところ影響していると思いますが、ガシガシガシと言ってしまいたくなる悪い癖がありますが、まあいいんちゃうのって言いながらですが、ちょっとここようわからんぞ。拭き取るときにですね、やっぱりある程度濃い方が、拭き取れるんですよ。で、明度の暗さじゃないんですよ。絵の具の濃度、だから例えばこう白なんか使って、要は絵の具の濃さ、それによってなんですよ。拭き取りのできるか否かっていうか、しっかりできるとかっていうときはね。マシマシ系です。仁淀ブルーというかグリーンですね。ブルーのがやっぱ響きいいですよね。仁淀グリーンってね、なんか焼酎みたいですもんね。かなりマシマシできました。もう濃厚な、一生懸命何でもね。で、少しこう絵の具が落ち着いてきたなと思ったら、にじみがこう弱くなってきますので、にじみが弱くなってきてもまだなお、白は僕はもう使いたきゃ使えばっていう感じで絵が良ければいいんちゃうのというふうに思います。このところにね、白いありましたね。よし、だいぶマシマシ系でいきました。これぐらいで一旦乾かしそうと思います。完全にではないですけど、ちょっと乾かしました。次はですね、岩の方を描いていきますけど、どっから描いていこうかな。まず岩の、部分で見える暗いところですね。で、あんまり水をつけないで、こういうとこはドライブラシで少し描いていきましょうか。ドライブラシといってかすらすようにね。それでこうなんか差をつけていくというかですね、水のとことそこからね、水がついていないところ、もちろんちょっと水の中とかも描くときは描いていいですけど、ちょっとそういうときは水を多めにしてですね。でまた水を少なめにして、ドライブラシでね、この辺なんかもね、ドライブラシとウェットオンウェットを巧みに使い分けるサムネイルができましたね。はい、よいしょ。でちょっとぼちぼち今日の大事なポイント、グレーですね。グレーを作りました。白を使うのチャイニーズホワイトです。なぜチャイニーズというかはよく知りませんが、で水なんかほぼねつけないようなかすれたような感じ、ほんの少しパレットに残っているような白だけでグリグリグリ。もうあからさまに違いますよね。かさつかせて描いているとことせやないところみたいな感じで、水と岩のね、もうあからさまに違う。もうこれぐらいの気持ちで。よいしょ。もっと白。でこのかすれた感じ、にこう水とかで描いたら、またそれはそれでこう味になんていうの、これが溶け出してね、
なりますのでね、便利な方法よね。言ってますか。ちょっと筆に、この辺はなんかね、このぐらいのグレー、要はこれも下地ですね。はい、下地みたいな意識でガシャガシャガシャ。奥の方のですね、ちょっと乾いてきたら、でちょっとですね、この中の濃い色とか少しこうなんか茶色とか見えているような感じのところを少し描いていこうかなと思います。思いますという同時に書き出してますもんね。なんであのおじさん喋りながら書けんのかしらねにって言ってるでしょ、どうせね。はい、皆さんに今声が聞こえました。はい、お湯でもちょっと水を多めにした感じで描いていってます。水を多めにと言っても、それでも、ビチャビチャとしてしまうと下の絵の具が溶けてしまうから、その辺のね、バランスがビチャビチャというわけではないけども、ね、下の絵の具を、なんていうの、こすらないような感じで、うわ、また難しいこと言った。また難しいことこの人言ったって感じですか。下の絵の具をね、ゴシゴシってやってしまうと滑ってて、下の絵の具あれするので汚なりますからね。皆さん汚なりますよね、本当にね。いっぱいお化粧してね、なんかやりすぎたらどうなりますよ、わかりませんが、おじさんも、わかりません。よいしょ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 と。このなんかこう透けてるこう黄色なんかね、いいですよね。こういうところなんかうまいこと出せたらいいんですけどね。まだあれですよ。まだまだこれからですからね、皆さんね。今日のこうポイントとしては拭き取りです。はい。拭き取りとこの土台の色を使ってかすらせたここの水のところは拭き取りで、ここのかすらせたところっていうのはそこにこの絵の具を使った書き込み。この2つです。できるのか、できなかったら謝ります。皆さんの時間をたくさん取ってね、見ていただいてるのにね、失敗しちゃったかーってこういう方もいるかもしれませんけど、まあまあね、はい、お疲れ様でしたっていう感じですね。よし。上の方がねどういう風になるのかが結構これ大事なんですけどね、なかなか手が回ってなかったですね。このぐらいで、完全に乾かして、ここから拭き出して拭き取っていけるかどうかチャレンジしてみたいと思います。あ、これかもしれない。これぐらいのちょっと細い筆で、さあ出るか。
これ絵の具の種類とかね、カビの種類によってもこうあれなんですけどね、しっかりこう拭き取れる場合とせやない場合とかってありますけどね。常に左手にティッシュ、ペッペッ、右手にピストル、心に花束、口笛に日の酒、背中に人生を。今やと絶対アウトな歌詞ですよね。めっちゃかっこいいけどね。沢田研二さんの歌詞ですね。はい、若い子は一切わかりません。あんま取れにくい紙かもしれんね。もっとこれだけマシマシ系にしてたら結構取れることが多いんですが、ちょっとは取れますけどね。これだけマシマシ系にして、そうするとこう引いた線とかそういったものだけじゃなくて、ものすごくこうね複雑になってくる。少しはもちろん拭き取れますのでね。によってだいぶね複雑になってきて。で、少しですね、水だけをつけたようなもので少し溶かすようにも書いていったりとか、最後ちょっとネチネチと仕事をしていこうかなと思います。少しね、ドライブラシの絵の具を溶かすように描いていくと、ちょっとこういうところにね白とか入れたりすると拭き取った感じの白ではない、明るさではないこう感じみたいなのが出てきて、またねこうそれはそれで反射してるような明るさみたいなのも入ってきても面白いですしね。まあなんかこう書くとこと書かないとこしっかりこうやらんとなんか全部がね楽しくなってきてるので、書きまくってしまいそうなんで、ちょっとこううまいこと終われる瞬間を探し出さんといかんなという感じなんですけどね。なんかねもう濃厚マシマシ系すぎてね、この辺もねなんかいい段階で止めないと。ね、この辺がねなんかねもうあとはこうかつらせてんのとちょっと濡らしたのとその辺のねバランスよくここのなんか、水しぶきのところはポスターから出してやりましたね。この辺ねもう生の白かなんかでねカサ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 、アクリルとかでもいいですよ。アクリルなんかだと熱く塗れますもんね。
ジェストかなんかでねカサカサもここにありましたんで、ポスターカラーを使い、いわゆるガッシュですね、ガッシュみたいな感じでね、もうほんとね、もう皆さんもね早くね素敵な作品が描けるようにねなってほしいですね。もうみんな全員が全員ねという感じでございました。少しね細かい密度が少しこう出てきて、向こうの石岩、拭き取りとかすらせと、そしてそのバランスをミックスしていくという、今回はテーマでございました。いかがだったですか？できそうでしょう？簡単でしょう？そりゃそうやね。もうみんなもうこれだけねもう書けるでしょ？楽勝でしょ？いう1時間程度の動画でございました。仁淀川1時間ほどで描きました。かさつかせて描くのと拭き取りどないでか、皆さんよかったらチャンネル登録してない方ぜひコメントいただければと思います。それではいい子2号チャンネル登録よろしくね。